ブロームウントフォス、BV-155 は第二次世界大戦中にドイツによって開発された高高度迎撃機であり、連合軍高高度機の撃墜を主目的として開発された。今回の動画ではその開発から終わりまでを解説していく。そして、解説に入る前に一つお礼をしなくてはいけない。この動画の作成にあたっては、ダン・シャープ氏から直々の許可を得て、彼の著書、シークレット、プロジェクツ、オブ、ザ・ルフトバッフェ、ブローム、ウント、フォス、BV-155 を全面的に参考にさせていただいた。ダン・シャープ氏は多くの公文書に基づいた非常に詳細で緻密な本を書く方で、今までにドイツ軍の飛行機や計画機について非常に素晴らしい本を執筆されているので、皆さんも一度お手に取ってみてはいかがだろうか。概要欄に彼の本が揃えてあるサイトを掲載しておくので、ぜひ閲覧していただけると幸いである。BV-155 の直接の起源となるのは、メッサーシュミット社の P-1091 という高高度戦闘機である。1943年にも入ると、イギリス空軍の高高度戦闘機、偵察機はドイツ空軍にとって新たな脅威となってきていた。イギリス空軍は2段スーパーチャージャーを装備したマーリン61エンジンを搭載するスピットファイア、PR、マーク11やモスキート、9を配備し始めており、そしてこれらはドイツの迎撃機がほとんど届かないような高高度を飛行することができた。これらの脅威に対抗するため、メッサーシュミット社は高高度戦闘機の開発をドイツ航空省から命令され、早速検討を行った。検討においては、MK108 と MG151-25 2門を装備すること、上昇限度は少なくとも1万2000メートルであること、燃料容量は少なくとも400リットルあることなどの制限が航空省によって設けられた。これを受けて、メッサーシュミット社は1943年5月11日までに P-1091 という新たな高高度戦闘機計画を立ち上げた。超高高度戦闘機 P-1091 の設計はステージ1、ステージ2、ステージ3の3段階に分けて行われた。まずステージ1は、DB605 エンジンを搭載し、BF109G をベースに内翼を導入して、一部の部品を ME209 のものに変更するというわずかな改良によって生まれた。ステージ2は、ステージ1と比較して BF109G の胴体と主翼を大きく延長したものであった。エンジンはステージ1同様 DB605 だったが、ベースの BF109G に比べ横幅は 7.8 メートル拡大され21メートルに、面積は 16.8 平方メートル拡大され39平方メートルになった。尾翼と足回りは ME209 から有用された。ステージ3では TKL15 ターボチャージャーを装備した DB603 が搭載された。ステージ2と同じ主翼と主翼ラジエーター、余圧コックピットを持つ全部胴体を持つが、下級機用に外部配管を収納できるように、胴体は厚みを増されている。尾翼と膠着装置は ME209 の部品を有用した。これらの P-1091 計画が詳述されたパンフレットは1943年7月26日にメッサーシュミット社から発表され、ドイツ航空省は最終的に P-1091 ステージ1と P-1091 ステージ3を採用した。しかしメッサーシュミット社のリソースが乏しく人材などが不足しており、P-1091 計画を効率的に進めることが難しいことが分かった。そのため、空軍元帥であるエアハルト・ミルヒは、ブロームウントフォス社に白羽の矢を立てた。彼はブロームウントフォスが現在取り組んでいる BV-138、BV-222、BV-238 の生産及び開発を中止させ、同社の設計、生産能力をメッサーシュミット社に提供させるという抜本的な措置を講じた。メッサーシュミット社はブロームウントフォスに P-1091 ステージ3の設計を依頼、1943年8月28日にはプロジェクト P-1091 ステージ3が正式にメッサーシュミット社からブロームウントフォスに移管された。ブロームウントフォス側の設計担当者はリヒャルト・フォークトであり、ブロームウントフォスは同機のさらなる開発と5機の試作機の製造命令を受け取った。ただ、開発責任は依然としてメッサーシュミット社にあり、メッサーシュミット社はブロームウントフォスに対して拘束力を持っていた。ブロームウントフォスへの移管によって、P-1091 の名称は ME155B に変更された。ブロームウントフォスはメッサーシュミット社の設計を慎重に見直し、これの実用化に向けて動き出した。しかし、メッサーシュミット社の設計にはいくつかの欠点があることが分かった。細長い主翼はねじれ合成にかけること、メッサーシュミット社の設計だと、ラジエーターの面積が主翼内翼の全領域を占めることになってしまい、これにより着陸装置の搭載が不可能になること、ME209 の水平尾翼は主翼に対して小さすぎることなどの問題があった。
主翼のねじれ合成の問題について、ブロームーンとフォスは ME155B の主翼桁を箱型にすることで解決を試みた。また、主翼桁と燃料タンクを兼ねることにより、燃料タンクの数を7個から3個に減らすこともできた。ラジエーターの問題についてはまだ解決策は見つかっていなかったものの、ひとまず、ブロームーンとフォスはこれらの改造の承認をメッサーシュミット社に求めた。1943年10月26日、この設計変更及び ME155B について会議を行うため、メッサーシュミット社はブロームーンとフォスの ME155B のプロジェクトコーディネーターをハンブルクに招待した。ブロームーンとフォス社のエンジニアは予定通り会議場所に現れたものの、当のメッサーシュミット社側が当日になって急遽この予定をキャンセル、会議の開催日程を11月11日に変更、開催場所もハンブルクからアーバーマーガウに変更した。そしてなんと、この予定変更はブロームーンとフォス側に伝えられていなかった。結局この会議は中止になった。一方、メッサーシュミット社は11月11日の会議に向けた41の議論の要点、リストを作成していた。これは実質、ブロームーンとフォスへの命令リストに相当しているものだった。しかし、すでにメッサーシュミット社に勝手に会議日程を変更され、場所も変えられたブロームーンとフォス側としてはこのリストを快く受け入れられるはずもなかった。会議が終わるとすぐに、ブロームーンとフォスのエンジニアはリヒャルト・フォークトに相談、フォークトはドイツ航空省に抗議を行った。ドイツ航空省はこれを受けて、1943年11月17日、メッサーシュミット社に強い叱責の連絡票を送り、また、メッサーシュミット社が作成した命令リストについても、全く ME155B 計画に貢献しないものであり、ブロームーンとフォス社の作業を不必要な要求により邪魔してはならないという旨の連絡を行った。これにはメッサーシュミット社側も驚いたようで、約1ヶ月後の1943年12月12日、メッサーシュミット社の業務執行取締役であるラカン・ココタキは、ブロームーンとフォスの連絡将校であるグレイに、ME155 計画の責任を引き続きメッサーシュミット社が負うべきかどうか、明確にしてもらいたい。もしメッサーシュミット社がこの計画の責任を一手に引き受けることができないのであれば、我々はブロームーンとフォスとの共同作業から手を引かざるを得ない。という内容の書簡を送った。ブロームーンとフォスは変わらず ME155B の設計に取り組んでおり、リヒャルト・フォークトは設計チームを招集して1943年11月29日から12月20日にかけて4回にわたり設計審査を行った。これらの設計審査で重心や主翼、尾翼、ラジエーター、プロペラについて議論された。特に、第4回目の設計審査は重要であった。この審査では、主翼のラジエーターについて重要な決定がされた。すなわち、幅が広くて薄いラジエーターを数機配置するより、背が高く幅の狭いラジエーター1機の方が、効率的であることが分かったのだ。これに伴い、ブロームーンとフォスはラジエーターを各主翼の上に一つずつ配置された筐体に斜めに収めるという設計変更を行った。このように設計がある程度まとまってきて、ME155 は少しずつ形になってきていた。第5回設計審査は1944年1月4日、第6回設計審査は1月10日に行われた。また、このタイミングで ME155B の名称は ME155B1 に変更された。設計が進む中で、メッサーシュミット社とブロームーンとフォスとの間にある亀裂はより一層深みを増していた。そしてついに1944年2月、メッサーシュミット社とブロームーンとフォスとの提携は解除され、ME155B1 は完全にブロームーンとフォスに移管、名称も ME155B1 から BV155B1 に変更された。これにより開発責任などについてブロームーンとフォスが一手に引き受ける形になったが、特に同社は影響を受けず、ME155 について設計をより進めていった。1944年2月3日、BV155B1 の構造審査が行われた。これにはドイツ、ゲッテンゲンの空力研究所のディートリッキ・キュッヘマン博士が参加し、機体のラジエーター1は主翼の上から下に変更した方が良いと進言した。この再設計は、1ヶ月以内に行われた。これら様々な設計審査、構造審査、設計の刷新などを経て、BV155B1 の最終設計は1944年4月19日の図面にて具体化された。もはや、メッサーシュミット社の ME155 の面影はほとんどないと言ってよかった。BV155B1 の設計がほぼ完全に固まったことにより、ハンブルク、フィンケンベルダーにあるブロームーンとフォス社の実験用航空機製造工場にて、BV155B 試作1号機の製作が始まった。並行して、ブロームーンとフォスは BV155B1 のラジエーター配置について再考した。その結果、ラジエーターはエンジン前方に再配置されることが決定された。
これは BV-155B1 の改良型として採用され、BV-155C と命名された。1944年7月26日の会議では、BV-155 の発注数が5機から7機に増加し、緊急度が上げられた。これにより、ブロームウントフォスはよりペースを上げて BV-155 の作用に取り掛かった。BV-155B1 として製造されるのは試作1、3号機のみで、4、7号機は新しいバージョンである BV-155C であった。BV-155C は後に発注機数が27機に増加した。9月29日、BV-155B1 の全部動体モックアップの検査が行われた。この検査では主にエンジンの適合具合やターボチャージャーの取り付け具合が検査された。1945年1月、BV-155B1 はついに完成し、同月15日から16日の2日間は、BV-155C モックアップと BV-155B1 試作1号機の合同検査が行われた。1945年2月5日、BV-155B1 試作1号機はブロームウントフォス社の飛行部門に引き渡された。BV-155 は単座単用単発の高高度戦闘機であり、全長は 12.1 メートル、全幅は 20.33 メートル、全高は 4.020 メートルであった。エンジンは DB603U であり、1430馬力を発揮することが可能であった。胴体はコックピット部、ターボチャージャー部、後部胴体部の3個で構成されている。コックピット部は、交換溶接骨組み構造で、前方4箇所にエンジンマウント、下方4箇所に主翼スパー、後方4箇所にターボチャージャ部を取り付けるための金具が溶接されている。ターボチャージャー部は、側面に大型のアクセスハッチが装備され、速やかなアクセスが行えるようになっていた。後部胴体部は通常のモノコック構造であった。主翼は、面積 38.5 平方メートルであり、内翼、左外翼、右外翼の3つの主要なユニットで構成されていた。ラジエーターは内翼に装備された。内翼は長方形の構成箱型シケタに、前縁と後縁が接続されているという構造であった。また、このシケタは燃料タンクも兼ねており、容量は1200リットルであった。着陸脚は尾輪式であり、支脚は 6.702 メートルとかなり広いトレッドを持っていた。武装はモーターカノンの MK108、総弾数75発、と、主翼に MG151-22 門、総弾数400発、という構成であった。試作機は非武装である。重量は、通常状態で 5390kg、パイロット、90kg、燃料、373kg、エンジンオイル、44kg、タービンオイル、18kg、弾薬、122kg、これらを装備した全備重量は 6037kg であった。1945年2月8日、BV-155B 試作1号機は、ブロームウントフォス社のテストパイロット、ヘルムート・ワサ・ロービグによってハンブルク、フィンケンベルダーにて初飛行を迎えた。しかし、今回の飛行では、途中で右翼ラジエーターから冷却液漏れが起こったため、すぐに飛行を中断させなくてはならなかった。冷却液漏れの原因はラジエーター上部のチューブから2つのブラケットが落ちたことであった。1945年2月10日、ロービグは BV-155B を使用した2回目の飛行を行った。今回の飛行では初めて着陸脚が収納されたが、左側の格納カバーが完全に収納されないという不具合が起きた。今回の飛行では時速350キロを超えることはなかった。320キロで運動性のテストを行ったところ、縦方向の安定性に欠けることが確認された。第3回目の飛行は1945年2月28日に行われた。ロービグは、着陸時及びぬかるんだ飛行場での発進時に試脚車輪が巻き上げた土でラジエーターが非常に激しく汚染されることなどを指摘した。試作1号機は1945年4月23日に4回目の飛行を行った。パイロットであるクルト・ロイトは午前8時50分にハンブルクの北、ノイミュンスターから BV-155B 試作1号機で離陸した。5分後、彼は近くのクライン、クマーフェルト飛行場に着陸するはずだったが、着陸脚が開かず、不時着した。損傷した機体はルフトハンザの飛行場に運び込まれた。1945年5月3日、ブロームウントフォスのハンブルク本社がイギリスに占領されたことで、BV-155B 計画は終焉を迎えた。4月23日の飛行で損傷した1号機がどうなったかは不明である。終戦時点で、BV-155B は1号機が完成、2号機が 90% 完成していた。1945年6月9日には、連合軍の統合情報目標小委員会、CIOS がハンブルク、フィンケンベルダーにあるブロームウントフォス社の実験用航空機製造工場を訪れた。
彼らはここで、BV-222、BV-238 及びほぼ完成していた BV-155、B 試作2号機を見ることになるのだった。CIOS チームが調査を終えた後、BV-155、B 試作2号機の様々な構成部品は、1945年7月31日にロンドンへ輸送された。その後1945年10月29日から11月9日まで、試作2号機は生体展示された。展示終了の2週間後、再び分解された試作2号機は、フリントシャーのシーランドイギリス空軍基地の47整備部隊に移送された。それから2ヶ月後、機体はアメリカのニューヨークに輸送され、その後最終的に1946年8月にオハイオ州ライトフィールドに到着し、そこで外国装備品番号 FE505、後に T2-505 が与えられ、インディアナ州フリーマン、フィールドに送られた後、1946年8月21日にイリノイ州パークリッジの施設に収納された。それから約3年後、朝鮮戦争が勃発すると、アメリカ政府はもともと工場であったパークリッジの施設を再び航空機の生産に必要と判断し、そこに保管されていた機体の撤去を行った。BV-155、B 試作2号機は、撤去期限が切れる前にメリーランド州スーツランドにある政府所有の飛行場に移された100機のうちの1機であった。施設に残った機体は全てスクラップにされた。それから約26年後の1976年、32棟の建物からなる適切な保管場所のための資金が見つかり、それ以来試作2号機は現在はポール、E、ガーバー施設として知られる、メリーランド州シルバーヒルの建物に保管されている。BV-155 は1万6000メートルという並外れた上昇限度と強力な武装で敵の偵察機や爆撃機を破壊できる革新的な迎撃機になるはずであった。しかし、開発も製造もテストプログラムも遅れに遅れ、結局1機の完成機と数機の製造途中の機体ができただけで終戦を迎えた。最終的にその目標であった敵機の迎撃を果たすことはできなかったものの、小規模で人材不足のブロームントフォス、チームが、約18ヶ月で複雑な新型戦闘機を設計、製造したのは驚くべき偉業であった。そしてまた、その BV-155 が破壊されることなく、現存しているという事実もまた驚くべきであり、意義深いものである。実際、BV-155 はブロームントフォス社が製造した機体の中で唯一現存している最後の機体である。その価値は、計り知れないだろう。今後も BV-155 は永続的に保存され、その存在や歴史を、後世の人々に知らしめるだろう。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。